今回はセガの名作ファンタジーゾーンの魅力に迫ります。毎回恒例ですが、中の人は一般人であり、インターネットや各書籍からの引用で動画を作成しております。完全なデータとしては不十分であり、間違い勘違いなどもありますので、内容の間違いを小やつめでスルーできない方はここで動画を終了されることをお勧めします。それでもよいよという方は少々お付き合いいただければと存じます。また構成上、各ステージ紹介やボスの紹介は画面右枠内で解説しておりますので、2回目再生時にご確認いただければと思います。1、概要。ファンタジーゾーン。この名前を聞くだけでも視聴者様の頭の中はパステルカラーの明るい世界が浮かぶはずだ。1986年にセガよりリリースされたシューティングゲームである。1986年はハレー彗星が76年ぶりにやってきた年でもある。おにゃんこクラブ、キャッツ、子猫物語、マイケルなど猫ブーム、可愛いものが流行った年でもあった。それまで1970年代の黎明期からアーケードビデオゲームといえばシューティングゲームが主役だった。1978年のスペースインベーダー。最初は画面固定式だった社会的大ヒットし、インベーダーハウスと呼ばれるゲームセンターが全国各地で次々と開店し、若者らが同作をプレイしようと順番待ちの行列を作ったことや、喫茶店やスナックのオーナーらがこぞって店内のテーブルの多くを同作のテーブル型筐体に置き換えた100円玉を積んでプレイする映像を見たことがある人も多いだろう。そして1983年画期的なゲームが誕生する。ゼビウス、遠藤正信氏により生み出された美しいグラフィック、スムーズなスクロール、そして巨大なキャラクター、縦スクロールシューティングとして社会現象を起こした。その後1984年のスターフォース1942などの縦スクロールスタイルのシューティングのヒットを経て、1985年にはコナミがグラディウスをリリースする。当時はシューティングゲームは硬派でメタリックなイメージだった。当時のゲームセンターは怖いお兄さんたちがタバコを吸いながらゲームをする不良の印象だった。大型筐体ゲームはそのインパクトと合わせたかのようにスペースハリアーなど豪華なスペックで美しいグラフィックとサウンドを奏でたが、当時のテーブルタイプビデオゲームのスペックの標準は1画面のスムーズスクロール、音色はまだ PSG が主力。最先端のグラディウスも PSG 問わずか何ちゃんは軽メモリ音源との組み合わせだった。そんな中1986年にセガよりテーブル筐体用ゲームがリリースされた。それは衝撃的だった。最新のセガシステム16基板が作り出すそのビデオゲームは、見たことないパステルカラーの美しいグラデーション、初めて見る多重スクロール、可愛いキャラクター、敵を倒すとコインが落ちて買い物ができる画期的なシステム、左右どちらでも進めるゲーム、上下の移動も含めた画面空間、各ステージデザインに合わせた巨大なボス。ただ大きいだけではなく、子供の素人目にもわかる複雑なプログラム技術によるボスのスムーズかつ複雑な動き、そしてなんといってもテーブル筐体から聞いたことのない美しい FM 音源によるサウンド。セガによる大型筐体ゲームに負けていない光り輝く存在感はそこにあった。家庭用ではスーパーマリオブラザーズが発売された翌年のことだ。家庭用ゲーム機とのその圧倒的な差は X68000 など40万もするパソコンの移植を除くと、そしてその美しいグラフィックとサウンドを家庭用ゲーム機で再現するまで10年もかかったという存在だった。後ほど解説するが、その完全移植までの10年間も多くのユーザーに愛され、各家庭用ハードに移植され、アーケードとの差を感じながらも、同じくファンタジーゾーンを愛する開発者により、なんとかファンタジーゾーンの世界を再現しようと努力した。各移植作はそれぞれのユーザーに深く愛され、同時にオリジナルファンタジーゾーンへの憧れを感じ続けた幸福な10年間だった。ゲームシステム。この辺りは皆様ご存知なのでさっくり解説しよう。各ステージの特徴とボスの特徴を画面上で解説します。プレイヤーはオパオパという名前の知覚を持つ宇宙船を操作し、名ばかりの惑星グループで敵の侵略と戦う。このゲームには従来のスクロール、シューティング、ゲームにはない多くの機能が含まれている。主人公のオパオパはセガ初のマスコットキャラクターとも言われている。ファンタジーゾーンはそのゲームシステムもとにかく斬新だった。時期となるオパオパ、馬向く左右に、厳密に言うと上下にもスクロールするラウンド。本作におけるステージの保証には10機の前線基地が点在。これを全て破壊するとボスが出現し、倒せばラウンドクリアとなる。
最後にボスラッシュがあり、最後にまさかのボスと対戦することになる。オパオパが巡るラウンドは惑星であり、ラウンド1は緑の惑星、ラウンド2は火の惑星といったようにテーマがあり、前線基地やボスキャラクターもそれに合わせてデザインされている。それまでのゲームは敵は攻撃を受けると消えてしまうが、ちゃんと負けたグラフィックも用意されていた。このゲームの象徴の一つは各ラウンドのボスであろう。各ステージのデザインに合わせて設定されたボスは美しく描かれ、高度なプログラム技術により複雑に稼働し、なんといってもシステム16の強力なマシンパワーによって成立していた。複数画面のスクロール上での巨大スプライト機能を駆使したボス。移植担当者としては当時の家庭用ゲーム機では再現不可能な絶望感すら漂うそのボスはただただ美しかった。 MSX1 オープニングにはストーリーが記載されてる。育成層もの昔、宇宙の彼方にファンタジーゾーンがあった。英雄オパオパ、これが君だ。そのファンタジーゾーンを敵の魔の手から守るべく決然と立ち上がった宇宙歴6216年、惑星間の公式通貨が乱れ、全惑星がパニックに陥った。宇宙協会スペースギルドの公式調査から、何者かがメノン星人を操り外貨を奪わせ、それを資金にファンタジーゾーンに巨大要塞を建造中であることが分かった。敵の野望をくじくため、早速オパオパはファンタジーゾーンへと向かったのだが、本作は4つのバージョンが知られている。オールドが国内版で、ニューが USA 版だ。USA 版では曲名表示とホットスノーのメロ追加が有名であろう。この件で広志賞のコメントがある。ホットスノーは海外版だけメロディが入っているが国内版では間に合わなかったからだ。当時は海外しか出回らないしバレないだろうとの決定だったが、30年経った今バレバレである。笑い。ラウンドクリアの違いを聞いてみよう。その他バグ修正など細かい差はあるが、ファンタジーゾーンの魅力に影響はないのでこれでとどめておく。3. ハードウェア。システム16はセガ、後のセガインタラクティブが1985年に開発したアーケードゲーム基盤だ。スペックを当時の代表的なものと比較しながら見てみよう。メイン CPU にモトローラ社68000 16ビット CPU、 色数32,768色中2048色、スプライト128本、スクロール2面、ウィンドウ2面、4オペレーター FM 音源はチチャン再生可能。スペースハリアーなど豪華な大型筐体を除き、数年後発売される40万近い X68000 と近いスペックと考えると、テーブル型ビデオゲーム筐体としては他を寄せ付けない圧倒的なハイスペックマシンだった。まだ家庭用ではファミコンがハイスペックマシン、パソコンでも横方向スムーズスクロール1枚のできない時代だった。家庭用への移植がどれほど絶望的か今の基準ではわからないだろう。可愛い顔してるのにとんでもないモンスターマシンに乗っていたのだ。各移植担当者はこの強力なマシンパワーへオパオパのように立ち向かうのである。4. 偉大な開発者と開発物語。開発はイカスタッフにより行われた。デザイナー石井洋二、プログラマー片木修一、アーティスト近藤正樹、作曲家川淵博。ついファンタジーゾーンといえば広志賞に目が向いてしまうが、本作はセガの若き才能が集まり制作された。デザイナー石井洋二、まさにファンタジーゾーンを作ったその人だ。インタビューを交えて開発の経緯を追う。インベーダ発売の1978年セガ入社。入社後インベーダブームが起きる。当時はセガはメカトロの時代。台東が始めたのでセガもやらなければとなった。元はサウンド開発担当だった。その頃はサウンドというかエフェクトでエンジン音とか作った。初期はザクソンのサウンドを担当した。ただゲームの企画をやりたかった。当時25歳。シンドバッドミステリー、クォーターリューゲーム、アップンダウン。先輩が作ってうまくいかないのを引き継いだ。ゼロから作ったのはフリッキー、テディボーイブルース、石野陽子さんのゲームを作る。その後にファンタジーゾーンを作ることになる。当時セガゲームセンター直営店1800点、タイトー2000点、ナムコ1500点とあった。1985年グラディウスが流行った。人気ゲームなのでセガとしても買うしかない。外から買うしかないと開発に文句が来た。いいゲームを作ってほしい。部長、課長、
比較と落ちてきて怒られた。そんな中、先輩がグラディウスもどきを作っていた。うまくいってなかった。部長が重大な決定を行う。企画から全て入れ替える。若手に変える。それがファンタジーゾーンだった。グラディウスは面白い要素がある。パワーアップしていって時期が成長する。それは面白かった。セガのトップはスペースシューティングでなければいけないと考えた。でも同じようなものとのオーダーだった。わかりました、と言って、近藤正樹氏という入りたてのデザイナーに3つオーダーを出した。まず、ポップな感じ。そして、今までにない変わったもの、変なもの。お客さんがびっくりするようなもの。これで絵を描いてくれって言ったら、わかりました、って言って、こういうの、ファンタジックな背景を作り出したんですよね。最初に2面のピンクの風景を描いたんです。それを動かしたりして、まだオパオパが飛ぶ前なんですけどね。2面の絵を最初に近藤正樹氏に見せてもらった時に自分は、これ最高、これでいこう、って言ったんですけど、周りからはもう、こんな絵でゲームやるわけないだろ、って先輩たちとか開発部長とかからもうすごいバッシングを受けまして、私なんかは、いいんだこれで、と言い続けたので近藤正樹氏はおろおろしてて、笑い。その頃セガっていうのは中山駿さんが来て、外資系から買い取って社長になったんですね。たまに開発に遊びに来たんですよ。開発室をプラと歩いてて、ファンタジーゾーンのピンクの絵だけが動いてるのを見て、あ、この絵いいね、今までにないね、って社長が言ったんですね。そしたら周り来たって何も言えなくなっちゃって、笑い。で、近藤正樹氏は入って3ヶ月目くらいで、あ、サラリーマン社会ってこういうとこなんだな、っていう風に思ったそうですよ。中山さんが、いい。って言ったらそこからコロッと変わるんです。でも最後まで部長は反対してましたけどね。笑い。そしてあの世界観が生まれた。実は最初からオパオパをスターにしてやりたいという狙いがあったんですね。笑い。オパオパは最初比較書を作った時は兵士だったんです。そよ風2号に乗り込む兵士。地球連邦軍に属するいい加減な兵士だったんです。この企画書にある掛け合い漫才のようなイメージのキャラクターでした。オパオパの絵は近藤正樹氏が企画書のお話を見て描いたんです。なんで首が飛んでるのかわかんないですけど、笑い。そしてもう一つの絵がそよ風2号です。うちの企画部に上野くんという人がいたんですね。その当時セリカに乗ってまして、自分でそよ風号って名付けて自慢してたんですよ。笑い。それでそれをからかう意味も含めてそよ風2号にしたんです。で、この後にちょっと経ってから小林陽子さんという女性のデザイナーが入ってきたんです。で、小林がこれを見て、この絵から今のデザインのオパオパを作ったんです。小林にオーダーしていたのは、誰でも簡単に描けるキャラクターにしてくれ、ということでした。僕でも描けるようなものにしてね、と、オパオパにはすごく思い入れがあったんで、ゲームシステムは遊び手の人たちを考えた。グラディウス的な要素があって、遊ぶとそれを超えた面白さを考えた。人様のものに文句はないが、宇宙を飛んでいてパワーアップするっておかしいじゃないですか。当時車が好きだった。ラリーとかが好きだった。マフラー変えたりそういうのが好きだった。だからチューニングショップを作った。お買い物は業務用では初めてだと思う。海外のパソコンのウィザードリーではあったが、でもチューニングショップを作るとお金が必要。それで敵がお金を落とす仕組みにした。多分日本初だと思う。オープニングやエンディングにゲームストーリーを入れたかった。当時スターウォーズが流行っていた。あれをやりたかった。読み物を入れるとプレイ時間が長くなる。ああいうのも、そういう演出を入れたら時間が余計にかかるからダメだ。でもね、いや、それは時間かかるけど、これがあることでより面白くなるわけだから。継続的な目で見たら余計いいんです。絶対必要なんです。ってずっと言ってましたね。このゲームで作りたかったのは、実は一番が16トンなんです。空飛ぶモンティ、バイソンのコントで何かあると上から16トンの重りがドーンと落っこってきて、潰しちゃうってのがありましたね。その16トンなんですね。上から落っこってくるのは、不条理が通る世界なら、オパオパが機械生命体だろうとなんだろうと構わないわけで、とにかく16トンが好きで16トン入れろって言ってたんですけど、プログラマーにこれ使い物なんないですよ、どこで使うんですかって言われて、だったらそれが有効に使えるようなボスを作るんだって言ったりして、笑い。で、ファンタジーゾーン
というのがどこから来たかというと、スペースハリアーの開発名がファンタジーゾーンで、ハリアー85年に出る時にタイトルがスペースハリアーという名前になって、で名前をつけるのは開発のトップだったんですけど、僕はオパオパって言ってたんだけど、トップがオパオパなんて分かりにくいだろうって言ってて、ファンタジーゾーンどうだって言われて、その時にはもうだいぶできてきた頃だったんでね、すごいいいなって思ったんですよね。ファンタジーゾーンの中のオパオパってのもいいなって思って、結果的にはファンタジーゾーンという名前をもらえてよかったなと思っています。過去の資料を見てみましたら、1985年の7月から86年の3月まで作ってたんですね。インタビュアーヒロシショウについて、彼は天才だった、全部曲が良かった、音楽は任せるしかないとなった。その後セガサターンのソフト開発責任者としてナイツ、パンツァードラグーン、桜大戦など数々のゲームをプロデュース。1999年ソフト制作会社アートゥーンを設立。2010年アーゼスを設立代表取締役社長に就任。プログラマー片木修一氏、1984年のフリッキーのプログラマーとしても知られる。セガ AM1、セガ CS3、セガ CS1 に属し90年代にセガを退社するまでセガの黄金期を支える。セガシステム1からシステム16、システム24でもリードプログラマとして活躍。幾多ものソフトウェアでスペシャルサンクスなどでも名を見ることができる。ファンタジーゾーンはコミカルでポップな世界とは裏腹にプログラム技術的には非常に高度な技術で作られている。多種多様な攻撃手段、画面スクロール、そして特徴的な各ボスそれぞれ固有の動き、口述する移植を手掛けた天才ですらも再現に相当苦労されている。美しい画面レイアウトとサウンドに心を持っていかれそうになるが、この世界の実現に天才プログラマー片木修一氏は欠かせない存在だ。ゲームのバランス的な部分は片木修一氏の意思決定が強く反映されているからだ。それがどのようなものであったかといえば、倒せなかった敵がちょっと練習すれば倒せるように克服できる設定を心がけた。プレイヤー自身に上手くなったと思わせることが肝要と考え、ゲームの中で成長していると錯覚する塩梅を目指した。アーティスト近藤正樹氏、ファンタジーゾーンの美しくポップな世界観を作り出した天才アーティストである。人の移動が多いこの業界においてセガで定年まで務めたレジェンドだ。近藤正樹氏は1985年に入社したばかりの新人で3作ほどのタイトルに関わったが、本格的にチームに加入したのはこれが初めての体験だった。今までにないものを大前提として考えていて、近藤は悩みながらも個性豊かな魅力ある惑星の表情を描いていった。この頃のゲームセンターはまだ薄暗く、それは宇宙を題材とした多くのシューティングと親和性のある店内であったが、セガは業界に先駆けてゲームセンターの悪印象を払拭しようとアミューズメントスポットへの転換を進めていたし、自社のロケーション、ハイテクセガの照明を明るくしたことはもちろん、店内の内装、外装にも白を多用するなど新しい空間の創造に力を入れていた。石井洋二氏の注文もそうした空気感とリンクしていたのだろう。近藤が今までにないを意識して最初に描いた背景は前述の通り2面のタバスコーだ。で、部内でもその評価は真っ二つであったが、負の反応が新しいものへの拒絶感と分かっていた石井洋二氏はこの方向性を推し、近藤正樹氏は一気に雄大なファンタジーゾーンの世界を描いた。幻想的な景観は子供時代から山に親しみを持ち、高校時代は山岳部に所属した少年期からの自然への情景が背景に溶け込んだものだ。それらがセガが初めて採用した二重スクロールによって片木修一氏と近藤正樹氏の手により美しい空と海、山々が立体的に描かれた。愛すべき多数のゲームを手掛け定年を迎え退職されたレジェンドだ。代表作はあまりにも多いが一部紹介する。ファンタジーゾーン、デザイナー、SDI、キャラクター、デザイン、コンとして、ギャラクシーフォース、1、ツーアーティスト、スーパーモナコ GP、スタジアム、クロス、アーティスト、KND として、アウトランナーズ、デザイナー、インディ、500デザイン、M、コンドとして、コラムス、97、デザイナー、セガウォータースキーグラフィック、デザイン、M、コンドとして、その他スペシャルサンクスとして多くの作品に近藤正樹氏の名前を見ることができる。
手掛けた作品の幅の広さとその美しいゲームたち。セガの黄金期を作り出した間違いない天才である。僕たちのセガの記憶の大半は近藤正樹氏の作り出す映像美によって生み出された。セガを愛し、定年まで勤めてレジェンドとなり、その作品群は僕たちの心にいつまでも残り続ける。5. 広志賞と FM 音源の世界。セガ入社前、千葉県銚子市の出身であり、小学生の頃ボウリング場で稼働していたあたりのポンに触れる。またデパートではセガのグランドプリックスやミニドライブといったレースをテーマにしたエレメカに親しんでいた。またお年玉と小遣いを貯めて当時珍しかった家庭用ゲーム機カラーテレビゲーム1号任天堂を購入することもあった。中学生から高校生の頃はコモドールの VIC1001 によるプログラミングに親しみ、ピオやアイオといった専門誌に自作のプログラムが掲載されることもあった。また中学生の頃はフォーク好きだった友人の影響でアコースティックギターを購入し、当時流行していたミュージシャンの曲や自作曲の演奏にのめり込んだ。さらに高校時代はフュージョンにのめり込み、友人たちと組んだバンドでイベントに参加する機会もあった。当初はエレキギター担当だったが、やがてキーボードも手掛けるようになった。当時のバンドメンバーには後にスーパーハングオンの作曲などで知られる並木浩一もいた。加えてナムコのニューラリー X を通じてゲームには音楽があるべきという考えに至り、自作ゲームに取り入れることもあった。大野木信之氏の作品を聴いてゲーム音楽ってすごいと思って自身が作るゲームにも音楽を入れていた。セガ時代、1984年にセガエンタープライゼスに入社。もともとサウンドをやりたくてセガに応募したが、自分でプログラミングをしてオリジナルゲームを作ったりしていたので、それを面接で言ったら最初はプログラマーとして配属された。1984年は SG-1002 の発売日でもあり、当初はプログラマで入社1年目に同期の中裕二、林勝弘と共にセガ家庭用ゲーム機 SG 専用ソフトガールズガーデンを制作。その後 SG 専用ソフトのロードランナードラゴン1でもサウンドを担当。インタビューを交えて広志賞の足跡と音源への思いを追う。広志賞、プログラマーをメインでやりつつ片手間というわけではないですが、空いている時間でサウンドをやったりしていた。当時は何がスタンダードかというのを知らなかったし、プログラムも作曲も好きだったので、両方できる環境は自分的にはウェルカムでした。笑い。ここで若干脱線する。セガが当時利用していた区形派音源について解説する。SN76496 はテキサスインストゥルメンツの講義的意味での PSG 音源デジタルコンプレックスサウンドジェネレータ DCSG と呼ばれる。過去動画含めて PSG をまとめて同じようなものと表現しているが、かなり異なる。PSG とヤマハの SSG はほぼ同じであるが、結論から言うと DCSG が最も優秀である。ノイズ機能が独立しており、PSG でもノイズ発生可能であるが制限があり、 DCSG のノイズ機能はファミコン同様独立しており、より豊かな表現が可能である。 PSG はエンベロープ機能をハードウェアで持つが、実際はソフトウェアで利用されることがメインであり、ハードウェアエンベロープ機能としての優位性はあまりない。セガは家庭用ハード SG-1000 およびアーケード基盤セガシステム1、その後のメガドライブでも DCSG を採用している。この音源はセガの歴史を語る上でも重要な音源なのである。本題へ戻る。インタリュアー、フリッキー、忍者プリンセスなど、これらのゲームに使われた基盤がシステム1搭載されている音源が SN76496 です。この音源についての思い出などはありますでしょうか。広志賞、フリッキーは先輩が作っていたのですが、その人の作り出す SE がすごく特徴的です。VIC1001 でゲームを作っていて、そこで効果音も鳴らしていたのですが、似たようなチップを使っているのにアーケードゲームの効果音は全然別物で衝撃的でした。ちなみにファンタジーゾーンの SE を作ったのもフリッキーの SE を作った人です。インタリュアー、セガではテキサスインストゥルメンツの音源チップを使っていましたが、例えばタイトーはジェネラルインストゥルメントの AY38910 だったり、他社では違うチップが使われていて、それぞれの個性にもなっていました。この時代の他社タイトルで印象に残っているものはありますか？
ヒロシショウ入社以降は普通の曲こそ聴いていたものの、他社の曲はほとんど聴いていないんですよ。当時はゲームの曲を聴くとなるとレコードを買わなければならなかったし、ゲームセンターもロケテストくらいでした。でも入社する前なら大野木さんのサウンドはよく聴いていました。先ほどのニューラリー X だけでなく、マッピーとかリブルラブルとか明確に意識したわけではありませんが、ファンタジーゾーンの曲は大野木さんの影響をかなり受けていると思います。インタビュアー、楽曲にはどのようなオーダーがあったのでしょうか。ヒロシショウ、特に指定はなかったですね。ファンタジーゾーンの時も静止画を見せられて、この画面に合う曲を作ってと言われただけなんですよ。もともとの曲があまりゲームに合わないと判断されて、俺に依頼が回ってきて、インタビュアー、確かショップの BGM などは師匠が参加する前からあった楽曲がそのまま入っているとか。ヒロシショウ、ショップとゲームオーバーの2つですね。それと先ほども話した効果音が先輩の作です。インタビュアー、ファンタジーゾーンといえば、この頃から楽曲などのデータ入力も手掛けられるようになったそうですね。作曲のみからデータ制作も含めた携帯へシフトすることにハードルなどはありましたか。ヒロシショウ、別段ありませんでした。データを作るのもプログラムとそうそう変わらないですし、 FM 音源についてももともと高校2年か3年の頃にヤマハの DX7 を買っていたんですよ。男の60回ローンで、それで FM 音源がどういうものかを知っていたので、あまりハードルもなく作ることができました。インタビュアー、レンタヒーローの後、師匠はしばらくそちらの開発についていたとか、作曲から開発へシフトした時の心境はいかがでしたか。ヒロシショウ、プログラムってやっぱり面白いなと。メガドライブのサウンドドライバーはもともと CS コンシューマゲーム開発チームの方で作られたセガドライブというものがあったんです。でもその性能があまり良くなかったメガドライブって、ハードウェアを見る限りではドライバー次第ですごい音を出せるシステムなんですよ。なので自分でドライバーを書いて、そしたらプログラムが面白くなってきて、システム24とか ST、V とかシステム16やシステム32もやったかな。それでモデル1、2、3くらいまでドライバーとツールをやっていましたね。それはそれですごく楽しかったです。インタビュアー、その頃もポツポツと作曲されていたようですが、どのような形で携わられていたのでしょうか。ヒロシショウ、自分で作ったドライバーの負荷テストをするため、通常ではありえないくらいの音が鳴る曲を作ったりしていましたね。当時はストリーム方式といって、メイン CPU でサウンド CPU に波形を転送しながら音を出すというやり方だったのですが、どこまでそれに耐えられるかを試すために作ったのがハング音、愛のテーマです。インタビュアー、聞くところでは AM 通研に残ってシステムをやるか他部署で曲をやるかの選択を迫られたとか。ヒロシショウ、ちょっと違ってて AM 通研ではなく CRI ですね。当時サウンドのツールやドライバーを作っている部署が独立して CRI に移籍することになったので、それについていくかどうかという話でした。当時そこの長をやっていたんですよ。皆と一緒に社外に行くか、社内に残って普通にサウンドをやるかという岐路にあたって、音楽を作る方を選択しました。ツール開発もすごくやりたかったんですけどね。そうなるとセガを辞めることになるわけで、ヒロシショウ、セガを辞めるかどうかというより、ドライバー開発とかプログラミングとかだけになって曲を作れなくなってしまうので、だったら音楽を取ろうとつながりは今でもあるので、要望のやり取りなどはいろいろとしています。インタビュアー、音楽とプログラムの楽しさはまた別物だと思うのですが、プログラムに楽しさを感じるのはどのような部分でしょうか。ヒロシショウ、自分の思った通りに動くところですかね。頭の中で考えた、こうするとこうなるはずというのを実際に組んでみて動いた時が一番楽しいです。ヒロシショウ、あと当時はバグが出るのがすごく楽しかったんです。バグって出ないように作っても出てしまうものじゃないですか。すぐ直せるバグは良いんですけど、1日に1回だけ何かの拍子におかしくなるバグが出てきたりする、そういうバグが出るとワクワクしました。ヒロシショウ、当時のイメージで言えばプログラムの中に犯人がいるなんですよ。最初は地球のどこかにいるというところから犯人を追い詰めて、日本のどこか東京のどこかとだんだん狭めていって、このビルのこの部屋の中に違いないというところまで行くともう勝ちですよね。デバッグをゲーム的に楽しんでいました。ヒロシショウ、そうそう、ラムの中身を表示して16進数のデータが書き込まれていくのを見るのは楽しかったですよ。
ありえない数値が書かれたのを見つけた時のこれかというのが、そこからなぜそういう動きをしたのかを探すのもまた楽しいんです。インタビュアー、筐体デザインに関してサウンドチームからのオーダーはあったのでしょうか。ヒロシショウ、それが全く記憶にない。スピーカーは何が乗るとかどこに乗るとか何も関わってない。もちろんサウンドチームの誰かはやってると思うけど、ヒロシショウ、昔の筐体だと下の方にスピーカーがついてるイメージがあるね。それがちゃんと上についているのはよくやったなと思います。音自体もそんなに悪くないですし。インタビュアー、マイマイ、だったら上部スピーカーから音を落とすように鳴らすとか。チューニズムだと上部スピーカーをツイーター、高音用スピーカーにしたりとかですね。ヒロシショウ、そういうのを最初にやったのはアウトランで、とにかくスピーカーは耳の近くにとお願いしました。インタビュアー、そういえばスピーカーが動くという案がアフターバーナーであったとか。ヒロシショウ、案というかユウさんが言い出したんです。 3D 音響をやりたかったそうなのですが、当時の技術で音を動かすのは難しかったので、それならスピーカーを動かせと、ミサイルが飛ぶのと一緒にスピーカーを動かすんです。インタビュアー、力技ですね。ヒロシショウ、スピーカーを物理的にモーターで動かすんだよ。設計としてありえないでしょ。笑い。ヒロシショウ、でもミサイルが飛んだ後にスピーカーを戻さなきゃいけないんだよ。それならまだスピーカーを4つつけた方がいい。インタビュアー、しかも壊れやすくてゲームセンターの店員が苦労しそうです。ヒロシショウ、壊れますね。真っ先に壊れます。インタビュアー、結構自分の知らないところでアレンジされているというのは多いのでしょうか。ヒロシショウ、というか当時はほとんど知りませんでした。たまにデータちょうだいみたいなのがあった気はしますけれども、何に移植されるとかいう話まではあまり聞かされませんでした。当時は次のプロジェクトがすぐに入ってきたので、自分で移植用のアレンジをすることはなかったです。インタビュアー、世に出てからだいぶ後になって知ることも多いのでしょうか。ヒロシショウ、そうですね。以前アフターバーナーの CD ボックスが出ましたが、その収録曲は大半が知らないものでした。聞いてみてこんなバージョンがあったのかみたいな。笑い。でもここの音を取るんだとか、人によって注目する部分に差があって面白かったですね。インタビュアー、バーチャファイター3といえば基盤のモデル3には FM 音源が搭載されていますよね。セガの基盤は比較的遅くまで FM 音源を使用していた印象があります。ヒロシショウといっても PCM 音源によるフルストリーム再生自体は ST、V くらいからできるように放っていたよね。容量やサンプリングレートは低いんだけど、それなりの曲数を入れることは可能だった。ヒロシショウ、俺は PCM で曲自体を再生するのは最後まで抵抗していました。曲は内蔵音源で鳴らしたいと思っていたんです。インタビュアー、それはどういった理由なのでしょうか。ヒロシショウ、PCM は CD と同じでデータになった曲を鳴らすものじゃないですか。そうじゃなくて内蔵音源の基盤がリアルタイムに曲を作り出すというシステムがすごく好きなんですよ。しかもドライバだったり音色だったり、手を加えれば加えるほどクオリティも良くなるというのが面白くて、そういう内蔵音源で最後にやったのがエアトリックスでした。ヒロシショウ、磯崎さん、クレイジータクシーシリーズや龍が如くなどに携わったコンポーザーと2人でやっていたのですが、磯崎さんは内蔵音源じゃなくて普通に PCM で出しましょうよって最後まで言ってましたね。でもこのプロジェクトの後はもう完全に PCM でやらざるを得なくなるだろうから、これを自分の内蔵音源を使った最後の楽曲なんだと思って作っていました。インタビュアー、非常にざっくりした質問になってしまうのですが、 FM 音源というものは振り返ってみるとどのような存在でしたでしょうか。ヒロシショウ、ゲームにマッチしたチップだったなという感じですね。もともと楽器用のチップでアクセスがちょっと遅かったり、ウェイトを入れないと音色が変わらなかったり、ちょっとゲーム的でない部分はあったんですが、逆にプログラムでどう制御するかというのが楽しいところだったりもして。インタビュアー、フル PCM に移行してからはいかがでしたか。ヒロシショウ、最初は難しかったですね。内蔵音源だと使える発音数もバランスのパラメータも少ないじゃないですか。でも PCM だといくらでも音を重ねられる、そこの頭の切り替えが大変でした。インタビュアー、自由度が高すぎるというわけですね。ヒロシショウ、いくらでも音を足してしまうのでガチャガチャして音が埋もれてしまったり、
内蔵音源とは違う考え方で作らなければいけませんでした。とても難しかった。アストロシティミニ自体に関して伺っていきたいのですが、その時の発注は曲の依頼だったんですか？ヒロシショシステム周りの効果音と曲、電源を入れた時のジングルだったり、とにかくシステム周りの音が欲しいと。最初はイメージボードもなくて、メニュー画面があるんだったらこんな曲がいるだろうみたいなことを考えながら作っていきました。ヒロシショ YM2151 そのものじゃないんだけど、 VST の FM 音源とコルグガジェットのオートリーを使ったあの音源を作っておいてよかったよ。ヒロシショドラムをね、ファンタジーゾーンのドラムって FM 音源だから、あれが入るだけで当時っぽい FM らしい曲になるんだ。今の FM 系 VST ってドラム音を作りにくいじゃない。インタリュアー5セガ 60th アニバーサリーアルバムは選曲にヒロシショが関わられているとか。ヒロシショこれ入れてねというくらいですが、絡んではいます。自分が入社する前のセガのゲームの音も入れてほしいと思ってるんですよ。できればセガで一番最初に音が出たゲーム、それはヘッドオンなのかエレメカなのか分かりませんが、そこからセガの音が始まった的なものが入ると良いですね。6サウンド解説。本作に関してヒロシショより貴重なデータが公開されてる。1枚目は曲名リスト、以下コメントである。引っ越しの時に発見された資料をアップしとこう。2枚目に記載がある BGM1A ボツとかは私が担当する前に入っていた曲。当時のサウンド先輩が作ってたものだ。データを掘り起こしてロム焼いて実機に挿せば聴けるかもしれない。というか聴いてみたい。ゲームオーバーとショップ曲はこの方の作曲。ゲームオーバーとショップの曲のみ先輩のが採用され、他はボツとなり、ヒロシショにより楽曲が作られた。ヒロシショは先輩への敬意としても先輩の名前を明かしていない。そこに痺れる、憧れるとなり、掘り下げるのは野暮というものだ。しかしながらショップの曲はファンタジーゾーンも代表する名曲で、他作品でもそのままパーツショップといえばこの曲として流用される名曲である。ファンタジーゾーンで利用される YM2151 音源は8ちゃん発生可能である。以下ヒロシショのコメントである。ファンタジーゾーンの BGM はサンバ調、サンバっぽさはやはりパーカッションにあると思う。なのでファンタジーゾーンの BGM でも8トラックのうちの基本3トラックをパーカッションに使っている。残り3がコードで、ベースとメロで合計8。割り切り感がすごい。笑い。この資料は楽曲のチャンネル構成を踏まえて、攻撃音などで利用可能なチャンネルを示した表である。この資料はリズムチャンネルでの対応表と思われる。基本的にヒロシショのコメントの通り、3ちゃんをパーカッションに使っている。1ちゃんで2つの音を切り替えて発生しているので、リズムで5つほど音が聞こえる。ベースに1ちゃん利用しており、残り4ちゃんをコードとメロで分け合う方式としている。基本的に8ちゃんフルで利用されており、攻撃音はメロやコードの2つ目を割り込みで利用している。国内版と海外版の大きな違いのホットスノー波にちゃん分音が鳴っていない構成となる。各チャンネルがどのような立ち回りをしているかご理解いただけるかと思う。なぜ師匠と呼ばれるかであるが、1988年に高岸、ターボアウトランなど担当が開発の同じ分室に配属されたことで、指導者的立場になった際に、弟子って言うなら俺は師匠だろうというところから始まったようだ。しばらくは内部のみの呼び名であったが、徐々にファンにも浸透していった。現在ではすっかりあだ名と化し、上司も部下も外部の関係者も師匠と呼ぶそうだ。本作はヤマハ PSR70 のシーケンス機能を使って作曲された。話がそれるので詳しくは後ほど上の図で参照いただきたい。7. 異色の歴史。ここでいかに異色に挑んだか、そしてどのように愛されたか振り返ってみよう。1986年6月15日、セガマーク3版発売。開発はアーケードと同時に進められた。容量1メガビット。少なく感じるが、現実アーケードの4分の1の容量であるが、当時主流だったマイカードマーク3の約4倍の容量であり、セガとしても大容量1メガビットの看板タイトルとしての開発だった。64色中16色表示、横方向スプライト8個表示。容量はアーケードの4分の1。絶望しかないスペック差である。前線基地固定、ボス戦は背景にボスを描くなど、ハードさをなんとか克服し、ユーザーにファンタジーゾーンを届けたいという開発者の意地を感じる。
64色中わずか16色にもかかわらず世界観を再現している。ファンタジーゾーンのパステルカラーと中間色によるグラデーションを可能な限り再現。通常的キャラクターも大きい。次期敵キャラクターもカラフルだ。書き込まれたグラフィック、一目でそれとわかるファンタジーゾーンの世界。4面6面ボスは残念ながら新しいキャラクターに差し替えられた。ポーズが迫ってくる迫力はすごい。飯田にもプログラム技術で再現している。アーケードが絶賛稼働中に自宅でプレイできたセガマーク3ユーザーは鼻が高かったであろう。ディレクターはむっちゃん1984年入社。インタビューを交えて開発経緯を。むっちゃんとアーケードのファンタジーゾーンサブのプログラマーが同じようで仲が良かったので、アーケード版を作っている最中から別フロアにある開発の方によく遊びに行っていた。で、作っているところをずっと見ていた。もうアーケード版の作り始めの頃から見ているから何がどうなってるかわかるし、どのくらいの容量を食うかってことも大体わかっていた。だから家庭用に移植するならうまいこと使い回せばできるかなとは思っていた。ただどうしてもボスは無理だなとも考えていた。当時の感覚から言うとできることを全部詰め込むという感じだった。ファンタジーゾーンは1メガなので背景はうまく使い回せばできるかなと思った。毎回その時ある容量、その時あるマシンの性能でできることを全部詰め込んで作り上げていた。なぜ変更ボスは魚と亀だったか。まあ海っぽい、全体的にという理由らしい。魚の正式名称ウルトラスーパービッグマキシムグレートストロングトット。むっちゃんも言えないほどややこしい名前をつけた。亀の名前 DG デノローマドジデノローマスチュワーデス物語由来らしい。インタビュアー、ちなみにアーケード版を作った方にはマーク3のファンタジーゾーンはどういう評価だったんですか。アーケード版メインプログラマーの片木修一さんには高評価をいただきました。笑い。むっちゃん氏は現在カスタマーゲートウェイブにてセガ公式サイトを統括する立場にある。1987年3月21日 MSX1 ポニーより発売。いきなり動画を見る前に MSX の仕様を理解する必要がある。 MSX は1983年に仕様が策定された家庭用ホビーパソコンだ。 CPU は Z80。映像描画は1979年に開発されたテキサス・インストゥルメンツ社の TMS991 ワッチ。セガファンには SG 戦で採用されたチップといえば分かりやすいであろうか。ファンタジーゾーン発売の7年前に開発されたチップである。 MSX は16色表示とされているが実際使えるのは15色。その色も単純な RGB の組み合わせではなく微妙な中間色である。青系3色、同じような緑3色、ぼんやりとした赤2色、微妙な同じような黄色2色、そして黒、紫、白、茶色。そしてこの色を自由に使えるかというとそうはならない。横8ドットに2色しか使えないという制限がある。この縛りは絶望的制限でデザイナーは頭を抱えることになる。今まで気にならなかったとしたらそれはもうデザイナーの技術を称賛いただきたい。 MSX 版グラディウスの絵もこの仕様で描かれている。スプライトも制限どころではない。単色の 16×16 ドットが画面全体では32個、横は4つしか並べられない。キャラクターを複数色にしたければ2つのスプライトを使わなければならない。いかにファンタジーゾーンのパステルカラーとグラデーションを表示することが絶望的であるかお分かりいただけただろうか。想像してほしい。あなたがプログラマーで熱心なファンタジーゾーンファンであり MSX にファンタジーゾーンの移植を上司に頼まれたとする。どうであろうか。グラディウスは評価が高い。ただあちらは黒い宇宙空間だ。どれだけ最善を尽くしても同業者に神と言われてもハードウェアの仕様を知らない子供たちにはこの仕様の差は理解してもらえない。始める前から負け戦とわかるはずだ。スムーズスクロール機能なし。グラディウスの強制スクロールと異なり左右自由に動ける本作は表示プログラムも複雑になる。アーケードの最善にそもそもファンタジーゾーンが成立可能なのかというスペック差であった。ただそれでも開発者は熱心なファンタジーゾーンファンであり MSX しか持たない子供たちにファンタジーゾーンを楽しんでほしいと願い必死に開発したはずだ。それを踏まえて MSX 版を見てほしい。きっと今までと違う目線で見えるはずだ。MSX はこの後 MSX2、MSX2 プラス MSX タ
ターボ R と進化したファンタジーゾーンが移植されたのは MSX 初代である。中間色を表現し、可能な限りパステルカラーとグラデーションを必死で表現している。音楽は攻撃音がメロを邪魔しないように割り込みされ、聴きやすい印象を受ける。敵キャラクターも単色ながら大きく、アニメーションもちゃんと作り込まれている。敵キャラクターの動きも可能な限り再現。ボス戦についてもサイズ感はそのままで可能な限り表現している。画面の色数の少なさはあるが、中身はファンタジーゾーンそのものだ。ベストを尽くした意欲作だと思う。少なくともよくぞ MSX でここまでやったと称賛されるべきである。これはひどいですね。これはハードウェアの仕様を理解できていない、開発者の苦悩を理解できていない悲しい反応だ。そもそもファンタジーゾーンへの愛がなければここまで作り込めない。僕たちも開発側の苦労がわかる年齢になったはずだ。自宅で独り言を言う分には構わない。インターネットで動画でそういう発言をすることが必死に作品を作った開発者の耳に入ることを想像できないのであろうか。あれから30年経ち、いろんな経験を積んできた僕たちには MSX1 は違った目線で見えるはずだ。ラウンド後のポッポーズが舞う姿は圧巻である。ボスを倒した後のコインが舞う姿も再現している。ラウンド4および6ボスはマーク3版を踏襲している。ラウンド7の書き込みはよくぞここまでという出来だ。青系の色が3つ程度しか使えないにもかかわらず、世界観を再現。当然 MSX2 などであればもっと美しいグラフィックを表示可能であったが、多くのユーザーに楽しんでほしいというメーカー側の考えがあり、MSX パソコンで楽しめるファンタジーゾーンとして愛された。1987年7月20日、ファミリーコンピュータ版発売。3ソフトより発売。上下へのスクロール対応。前線基地が固定ではなくなり、アーケード同様に動くオブジェクトとなった。またサウンドは区形波にちゃん、三角波、ノイズを駆使して楽曲及び効果音を演出した。サウンドも可能な限りアーケード版に寄せる努力を行っており、グラフィックも執念の書き込みでパステルカラーとグラデーションを再現した。セガマーク3で断念したラウンド4とラウンド6のボスも高い技術力で再現している。その出来の素晴らしさにセガマーク3版のディレクターを務めたむっちゃん氏は以下コメントを残している。インタビュアー、ファミコン、PC エンジン、様々なゲーム機にファンタジーゾーン、配色されましたが、それらを見てむっちゃんはどういう気持ちだったんでしょう。笑い。うわぁ、ボスが全部できてるよ。悔しい。というのがまず最初の感想だった。笑い。インタビュアー、それはファミコン版ですね。そうです。やっぱファミコンってすげえやっていうのがその時に思った本当の気持ち。あとはね、後になればなるほどいいハードになってるので、ちゃんとできるのは当たり前だと思っているから。スペック的に近いマスターシステムの上を行く移植度であった。3ソフトはこの後メガドライブにてスーパーファンタジーゾーンを発売し、その技術力にメガドライブユーザーを驚愕させることになる。セガユーザーにとってもファミコンユーザーにとっても、それは衝撃的な移植作であった。1988年10月14日、PC エンジン版。PC エンジン版の音色については様々なご意見があると思う。本作は開発がビッツラボラトリー。そもそもアーケード版ファンタジーゾーンは4オペレーター FM 音源である。一つの制限波を変調し、複雑な音色を作る。その曲線は滑らかであり、管楽器からギター、ドラムまで再現が可能だ。その豊かな表現はアーケード版でも聞くことができる。PC エンジンは波形メモリ音源を採用している。グラディウスにも採用され、ナムコのアーケードゲームで広く採用された。横方向32、縦方向32のマス目に自由な曲線を描き音を出すことができる。その独特の電子音はファンも多く、現在でも愛される音源だ。しかし、その扱いは難しく、仕組み的には PCM のサンプリングに近く見えるが、例えば自然界の音や FM 音源を再現するにはそのマス目があまりにも足りない。その特性を理解し、狙い通りの音を出せる人間は音大を出て、波形とは何かを理解できる人間でないと、そもそも狙った音は作れないのだ。そしてもう一つ、今はパソコンで波形を作って1秒後には音が出る。ハドソンなど1台千何百万もする高価な開発環境を持つメーカーは、開発環境で音を鳴らすことも可能ではあったが、中小企業はスーパーファミコンの時代まで、イッピー、ロムと呼ばれる、一つ数万円する一度限りしか使えないロムにデータを焼き、それを取り付けて初めて音が再生可能だったのだ。
そもそも本作は PC エンジン発売直後のまだ技術が発展途上段階の作品である。予算とスケジュールが限られた環境で FM 音源の音の再現をすることが中小企業にとってはどれほど絶望的な状況かお分かりいただけたであろうか。今は波形メモリを簡単に自分で再現できるツールがある。それを使って例えばギターの波形をなぞって波形データを作ってもまず思った音は出ない。いかに波形メモリ音源が扱いが難しい音源か分かっていただければと思う。それを踏まえて PC エンジン版ファンタジーゾーンの楽曲を聴いていただくとまた違った印象を抱くはずだ。 PSG とは違う波形メモリ音源では表現が困難な柔らかい優しいサウンドはファンタジーゾーンの世界にマッチしている。たまに昔の音色を笑う悲しいコメントや動画を目にする。ぜひ必死に作った開発者へのリスペクトを忘れないでほしいとただただ願う。本作はアーケード発売から2年の地にあたる。入れ替わりの激しいアーケードゲーム業界においてもファンタジーゾーンの人気は衰えることはなかった。当時最先端のスペックを持つ PC エンジンにファンタジーゾーンは移植された。大きな壁として PC エンジンはスクロール画面を1枚しか持たないが強力なスプライト機能を用いて背景画像の上にボスキャラ表示を初めて実現した。また一部ではあるがスプライト機能を用いて2画面多重スクロールを表現している。ハイスペックマシンだけに移植のレベルも当時は最高水準だった。 PC エンジンの驚異的パワーはラウンド6ボスサイクロンの再現で見ることができる。1988年当時としては圧倒的な再現を誇ったファンタジーゾーンだった。1989年NES 版電源。ファミコンは海外では NES と呼ばれる。大きめの本体と同じく大きめのカートリッジが特徴的だ。中身はファミコンとほぼ同じなのですが3ソフト版があるにもかかわらずなぜか電源により発売されている。情報がほとんどなく電源の下請けで MSX 版と PC エンジン版機器買い替えを開発したピクセル社が開発を担当したと思われます。他にはボスから回収するのはコインではなくドル袋。前線基地の数がファミコン8に対して6であること。セガのライセンスは受けてたものの任天堂の非ライセンスソフトであること。画面はファミコン版が上であるが音はなかなか良い出来である。日本人が知る情報はこれくらいであろうか。たださすがファンタジーゾーンである。ゲームクオリティとしてはファミコン版が多少上は比較してわかるレベルであり海外ユーザーにとっては自宅でプレイ可能な貴重なファンタジーゾーンだった。その人気がどれくらいかというと海外では有名なマペットベイビーズというアニメーションがあるのですがそのエピソードでファンタジーゾーンが取り上げられ画面が登場するだけではなくファンタジーゾーンの世界がアニメーションで描かれた。このエピソードは当時子供だったゲームユーザーに深く記憶され Twitter でもファンタジーゾーンへの愛とともにアニメーションの思い出が語られ続けている。海外のファンタジーゾーンファンのコメントをいくつか紹介しよう。マペットベイビーズが NES でゲームをしているエピソードは今でも私のお気に入りの一つです。インターネットが普及する前ゲーム雑誌以外でファンタジーゾーンのようなゲームが実際に動作しているのを見たのは初めてでした。現時点での私の最強はファンタジーゾーン NES かもしれないと思っていますがそれは私がとても誇りに思っています。全体として NES ファンは絶望する必要はありません。日本のファンタジーゾーンより色の数が減った以外はより有名なマスターシステムの移植版さらに言えば PC エンジンの移植版に決して劣らない素晴らしい小さなゲームです。そして音楽は相変わらずキャッチーです。オカオカのファンなら目隠しをしてこれを追いかけることができます。日本人である我々が思う以上に NES 版ファンタジーゾーンは深く海外のファンに愛され今でも Twitter でファンタジーゾーンへの熱い愛のあるコメントを見ることができる。画面がこうとか音色がどうとかファンタジーゾーンの魅力の前では些細なことなのだ。1989年8月4日 X6 万8000番電波新聞社移植。さすが40万円もするハイスペック PC である。アーケード版から家庭用ゲーム機でのファンタジーゾーン再現まで10年かかったが1989年にほぼ完全移植を達成している。開発者をして1ドットでも違っていたら腹を切ると豪語させメコピー移植が決行された結果素晴らしい再現度でリリースされた。その後も数々のアーケードタイトルがオリジナルと寸分たがわぬ品質で続々とラインナップされた。この X6 万8000番ファンタジーゾーンは怪物級のハードスペックの恩恵を得て
それ以前の移植版とは比較にならない出来を誇り、グラフィックや挙動、サウンドなどあらゆる面でアーケード版そのものと言っていい再現度でゲームキッズたちの度肝を抜いただけでなく、国内版、海外版の切り替えや世界観を共有しているともいえるスペースハリアーをモチーフとしたオリジナルステージの追加、果てはファミコン 3D システム 3D メガネに対応して溶解像、立体視プレイさえ可能にするなどエクストラなサービスに富んだ決定版たる風格を備えていた。1997年2月21日、セガサターン版オリジナル版の登場から10年余りもの歳月を経た1997年、その日は突然やってきます。セガ自身が世に送り出した新世代ハード、セガサターンをプラットフォームに、自社の歴史的タイトルを忠実に復刻することを目標として立ち上がったブランド、セガ、エージスが、スペースハリアーやアウトラン、アフターバーナーズといったそうそうたる顔ぶれを次々と世に送り出して1年が経過した頃、その第6弾ソフトとしてオリジナルに少しも引けを取らない正真正銘のファンタジーゾーンが満を持してついにその姿を我々の前に表した。8、その後のファンタジーゾーン。1997年のセガサターン移植にて10年間待望した過程でファンタジーゾーンを楽しむという目標は達成された。他のセガ80年代作品同様に憧れのゴールを切った。多くのユーザーがファンタジーゾーンを楽しみ、そして何回かのトライを踏まえてクリアした。サターン以降も定期的にファンタジーゾーンはリリースされた。1998年10月9日 Windows 9X に2001年7月16日 503i シリーズ、これ以降携帯電話用が定期的にリリースされる。2003年8月28日プレイステーション2セガエイジス2500シリーズボリューム3ファンタジーゾーン。2008年3月11日 Wii バーチャルコンソール。2008年9月11日プレイステーション2セガエイジス2500シリーズボリューム33ファンタジーゾーンコンプリートコレクション。本作には3ソフト、ファミコン版のアレンジ移植が収録されている。独特のイメージを損なわないようにリメイクをされた。巨大キャラ表示などファミコン実機では再現不可能と思われるが、ファミコン版ファンには嬉しいアレンジ収録だ。発売された2008年はまだ当時のハード構成のままで最新技術で作り直してみたという概念がなかった頃だ。2009年2月10日プレイステーション 3Xbox360。2014年3月19日任天堂 3DS。2014年4月16日プレイステーション3プレイステーション2アーカイブス。2019年11月28日任天堂スイッチ。これらは圧倒的なマシンパワーによるエミュレーション技術によりファンタジーゾーンの世界を完全再現した。特に M2 によるこだわりの移植には追加コンテンツや 3D 対応など新たな驚きを与えてくれた。 3DS 版の開発スタッフにはあのセガを愛した斉藤明氏の名前をスタッフクレジットに見ることができる。亡くなる2年前の発売である。人生の最後の貴重なその時間を大好きなセガゲームの開発に使うことができてきっと幸せな時間だったと思う。ただ僕たちの心には何か引っかかる心残りがあった。1980年代一生懸命ハードさに挑み、完全ではないけれどどこか愛してやまないあの家庭用移植作。2016年全く新しい家庭用ハードウェアが生まれた。任天堂クラシックミニファミリーコンピュータが発売された。専用筐体の小さなファミコンには懐かしいゲームが収録されていた。ゲームから卒業していた人たちからも愛されヒット商品となった。その流れが他社も動かした。2020年コナミより PC エンジンミニが発売された。それには当然ファンタジーゾーンが収録されていた。ここで M2 は当時の PC エンジンユーザーの心残りを回収する。ハードスペックはそのまま、波形メモリ仕様もそのまま。今の技術で PC エンジンでファンタジーゾーンをもし作ったらという、いやアーケード版を追加要素として収録した。それは多くの PC エンジンユーザーに拍手喝采で受け入れられた。ゼロから作り直すまではいかなかったが、色合いやサウンド面が強化された。ここでもう一人ファンタジーゾーンに魅せられた男が登場する。愛媛県で産婦人科クリニックを営み院長として活躍されている産科婦人科医師小西秀樹氏だ。1969年7月7日生まれ、平成6年関西医科大学卒業。平成16年
医学博士号取得、産婦人科医である。この方はとてつもない人で、まず35歳からピアノの練習を始める。本業をこなしながら47歳で、僕の考えたファンタジーゾーン3、小学2年生の男の子が書いた記事を読んで、ゲームプログラマーになりたかった小学生の頃の自分を思い出す。そこでファンタジーゾーンを作ることを決意することを2016年3月3日投稿。この時点では少年の書いたファンタジーゾーン3の実現を考えていた。2016年時点で本当はメガドライブで作りたかったが Windows ベースですでにファンタジーゾーンに近いものを音楽を含めて作り上げている。2016年3月28日動画投稿。その後なんと忙しい産婦人科医をこなしながら独自にプログラム技術を向上させ、メガドライブに2つのソフトを勝手に移植してしまう。1つ目がメガドライブミニに収録されたダライアス、2つ目がメガドラミニ2に収録されたファンタジーゾーンだ。これらの複雑なゲームを独学と自力で4年かけて完成させている。当然それぞれセガと対等という看板を背負うことになる。個人制作のままでなく小西氏の作品をベースとして、なんとかこの作品を世に出したいという M2 社の技術と情熱とで共同開発を行い製品化まで実現した。メガドライブはそもそもスペック的にシステム16にはかなわない。 FM 音源を IM2151 の8ちゃんに対して6ちゃんしか使えない。方法は何通りかある。 PCSG を用いる方法とスペースハリアーなどで用いられた PCM を4ちゃん利用する機能だ。しかしながら当然音質は劣化し FM 音源による効果音割り込みなどができないなどの弊害もある。メガドライブの音源である YM261 に OPNK は効果音モード、詳しくは操作リアン、動画参照と呼ばれる1チャンで複数チャンネルを鳴らせるモードがあり、それを利用することで最大8種類の音を鳴らしている。小西氏はこれをゲームに実装するためのサウンドドライバーも自作してしまう。当然サウンドだけではなくプログラム本体も作り上げた。移植でご苦労された僕一部を紹介する。敵弾の方向計算の精度、ファンタジーゾーンの場合正確に時期を狙ってきます。おそらくその精度は128から256方向分ぐらいありそうです。そこで以前プログラミングしたレーダー砲、時期への角度を求める方法を改良し128方向の精度で計算できる逆三角関数を作りました。こんな巨大なテーブルです。容量が大きくなりますが、今回は ROM の容量の制約は考えずにプログラミングしています。1マスの大きさは 8×8 ドットです。こんな感じで正確に時期を狙ってくるようになりました。パステルカラーとパレットアニメーション、ファンタジーゾーンといえばパステルカラーで描かれたポップで可愛らしい世界観が特徴です。メガドライブの最大の欠点は色数の少なさです。どう克服するか一番の難題だったのかもしれません。16色のパレット、1色は透明のため実際に使える色は15色が4つしか使えないので512色中64色以下です。32,768色中2048色も使用できるシステム 16A、 見太刀打ちできるのか。人間の目は隣り合わせの色の違いや色の組み合わせについては繊細に識別できますが、一つ一つの色の認識はかなり曖昧という持論をもとに試行錯誤を繰り返し色を選択しました。メガドライブの発色数でも実は大丈夫と最近は思えるようになってきました。ちなみにハイライト、シャドウ機能はうまく使えず使用しませんでした。スコアパネルやオパオパなどに1パレット、雑魚キャラに1パレット、前線基地に1パレット、背景に1パレットを使用しております。パステル調の世界観は再現できたでしょうか。メガドライブミニ2には小西氏が4年かけて作り出したファンタジーゾーンが実装されている。その完成度にファンタジーゾーンが移植されることのなかった多くのメガドライブユーザーから称賛を浴びた。情熱は人を動かす。医師であり経営者であり忙しく命を預かる立場にありながら35歳でピアノを始めて40代からゼロからプログラムを勉強し47歳から4年かけてファンタジーゾーンを移植する。多くの同年代に衝撃と奮起を与えたであろう。当然ながら医師ということもあり当然頭のレベルが凡人とは違うとは思う。ただそれでも同じ人間だ。この動画を見ているあなたももしかしたら僕も情熱があれば4年後にメガドライブに何か移植できるかもしれない。人を動かす力がビデオゲームにはファンタジーゾーンにはあるのだ。なぜファンタジーゾーンが世界中のユーザーから愛されるか、小西氏の情熱で少し分かったような気がする。
それでも個人の限界はある。個人開発そのままセガの名前を付けて発売されるわけではない。メガドライブ版ダライアスでも小西氏のダライアスをベースとしてタイトーとセガの名前を付けてリリースするまで M2 の開発陣は改良を続け製品化された。世界一ファンタジーゾーンを愛し、ファンタジーゾーンに愛された男がいる。 M2 の久保田和樹氏だ。6歳でファンタジーゾーンと出会い、それから40年弱ファンタジーゾーン一筋を貫く男だ。もともとは一般企業に勤めるサラリーマンだった。セガがプレイステーション2でセガエイジス2500シリーズをやっていた時に戦術のファンタジーゾーンコンプリートコレクションというタイトルを出した。この時収録したタイトルにファンタジーゾーン2アーケードシステム E があった。アーケード版のファンタジーゾーン2オパオパの涙はセガマーク3の互換基盤であるシステム E 基盤で動いていた。それがどうしても手に入らなくてセガも M2 も困り果てていた時持っている人がいた。その一人が久保田氏だった。久保田氏も個人でファンタジーゾーンのファン活動をしていた。それから10年後 M2 に入社していた。普段は M2 ショットトリガーズの統括ディレクターをされている。そしてファンタジーゾーンのメガドライブ移植の話となる。小西氏が目で見てコピーしそれをゲームにするという制作方法であり、それを久保田氏が逐一チェックしオリジナル版に近づけていくという作業を繰り返した。その先の追加などを担当され、メガドライブファンタジーゾーンは小西氏と久保田和樹氏の二人三脚を中心とし製品化することができた。いかがだったでしょうか。ファンタジーゾーンの魅力は見るだけで伝わるその美しいグラフィックサウンド、プログラム技術、多分それだけではない世界観が人を引きつけるのだ。最後にオパオパのエンディングの言葉で締める。ファンタジーゾーンエンディングでは以下のように語られている。オパオパ、あなた、ワイマ、侵略軍を打ち破りファンタジーゾーンに平和を取り戻した。しかし、長いこと会っていなかった父親が敵のボスだったことは彼を複雑な気持ちにさせた。燃え続ける疑念は彼が死ぬその時まで心に残り続けるだろう。僕の勝利には支払うべき対価があったのだろうか。最後に CM です。今回の動画はゆずもデザインさんの素敵な本から複数情報を引用しています。今回紹介できなかった各種情報、移植作品情報などファンタジーゾーンファンはお手元に置きたい一冊です。ファンタジーゾーン以外にも愛のある本を作られておりますので、ぜひチェックされてはいかがでしょうか。今回の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。